定評。それを今日今までやってたんですね。そうです。10時から11時半まで。1時間半運動。1時間半。はい。本当にやったのは1時間かな。レクチャーさん。レクチャーさん。運動ってどんなのやったんですか？ストレッチですね。足をこうやったの。はい、どうぞ。お邪魔します。我々は初めは犬のこのワンスケの外来日病院で行って、その帰りに夕飯か昼飯のためにスーパーに寄ったんですよ。そのスーパーのところで地震にあったんですよ。で彼女はスーパーのお店の中に入ってた。私はバロンと一緒に車の中にいた。そうしたらダン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 と来て電信柱がうわーっと揺れる。あ、これは電信柱が倒れてくるわ。自動車の下にでも潜り込まないとダメかなと思いながら、そんなでも出るあれはじゃないですよ。もうねブレーキがかかってるんだけど一生懸命その、フットブレーキ踏みながら抱えながらこういうふうにやってました、そうしたらスーパーからウキャーだってすごいんですよ。後ろのお酒類がガチャガチャガチャでしょ。入り口の果物とかお花飛んでるんですよ。そしてお客さん危険ですから出てくださいって言われて出たでしょ。お客さんでみんなエンジン組んでやってまだ揺れてるまだ揺れてる。外出てまでまだね長いから。長かったんですよ。ここまで車まで来れないわけですよ。もうよたよたで、私だってバロン抱えながら踏ん張ってるわけだから。で隣の車にポンポンポンとぶつかりそうになるわけですよ。弾んでましたもんね。弾いてたから。そんな。であそこで後で聞いてみたら震度7だって言うわけでしょ。いやー電信柱が怖いね。うわーメトロノームのように電線がこういうふうにやるんですよ。なんかこんな感じね。そうそう。私も若林区にいたから酒屋さんにいました私。それでラジオを聞いてた津波が、50分か40分か50分ぐらいに来る。じゃあ、家が心配だから、車でも5分前10分ぐらいのところですからじゃあ行ってみようって言って中見たら家はちゃんとしっかりしてるし中はガタガタになってる。じゃあ大事なものだけは持っていくと思って、いたんですよ。それで一回出たんだよな。じゃあ外に出たらお迎えの高校生受験勉強の女の子がどうしようどうしようって言ってるわけ、じゃあ俺の車に乗れと、いうことで乗って一回西の方へ県道を持って逃げた、そしたら向こうからお母さんの車が赤い車がお母さんの車だっていうわけでじゃあ一回引っ返そう、で引っ返して家でそのお母さんに女の子を渡して、それからここまで来たんだからもう一回来たんだからって言って彼女が家の中を見に行ったらトイレがじゃ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 その水が持ってると、これ後からその帰った時に水浸しになってるから止めてっていうわけですよ。そうって言って止めに行ったんですよ。元栓を締めに全体の余裕があるですよ。それでそういうことの方が大事っていうそういう時はもう水浸しになったらって。それで水は大切だなと思ってやつがペットボトルで3本4本こう台所に置いてあったペットボトルがあったんですよ。それだけつまんでよしじゃあ行こうっていうわけで、そしたらもう渡り道路の信号機が止まっててトラックが何台か行き交ってたんだよね。これはいけねえなと思いながらふっと開いたのその道路が。それで東の方向へ県道をパーッと走った。そうしたらしばらくうちにそのさっきの話で後ろからうわーっと逃げましたよ。10分遅かったら10分じゃない、あれね5分遅かったら
5だ分からね、うん夜には戻れると思ったので、私も食べかけのドッグフードだけ持ったんですよ。でそれをだからね、あれもこれもなんて言ってたらもう完全に飲まれてると。だから5分弱4分でも遅れてたら多分ダメ。前の車はまた突っかえてたらダメでしょうね。あ、そうですか。たまたまその県道でスーッと分かって前の車が行ったから我々助かったと思う。何あの黒いのと思ったらこう真っ黒いのがねこううねってね、うわー津波。ああ、それで分かったです。津波ちらっなんだと後ろの車がパッシングしたんですよ。パン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 ってでワンワン早く行けっていう合図なんだよね。その前にワゴン車で超音層っていう老人ホームの車がいて、それがお年寄りをやっぱし乗せて避難をしている最中なんだけど、ゆっくりゆっくり走ってるわけ。それが後ろが気が付いたんでしょうね。ババババーン。そしたらその車もうわーって走るんですよ。分かったらしいんだよね。だから我々もなんだっていうわけで女房が後ろから見たら津波や早く車のしたよ。おー俺見たいな俺見たいなっつったら何言ってた見たいっていうことじゃない。そして俺スーッと見たらその名取の方から黒い重油みたいのがうわあれ津波だもううわーって後っかけながら逃げましたよ。車田んぼの向こうも田んぼずっとあって、その500メートルぐらい先に津波がいや後ろでしょ。後ろからほんでこう俺は運転してるからこれは逃げなきゃと。だから彼女は飲み込んでるとこは見てるんだよね。結局ほらバロンは助手席なわけですよ。で私後ろに乗ってましたでしょ。でなんでこんなところとかねパッシングってしてんのかしらと思ってふっと見たんですよ。したらうわーこんなうねってるでしょ。あ津波だら俺も見たいとかそんなところじゃない。私一生懸命早く走って早く走って。それでやっぱし向こうから来る車があるんですよ。海沿い逆にね。なんで心配でやっぱり津波が来るとは思ってないわけだから。だから何台か来たけど多分やられたでしょうね。我々は西へと、何でしたっけ東武道路のところまで逃げようと思ったから。でたまたま県道だったんで空いてたんですよそこの道は。だから主要ないわゆる7号小学校道だったら混んでて多分間に合わなかったと。そうしていわゆる高速道路東武道路まで行けばなんとか助かるかなと思いながらガードをくぐって助かったと思ったんですよ。そしたら今度電線がもうあっちゃらこっちゃらこう這いつくばってるわけですよ。さて津波から逃げたはいいけど今度200ボルトの電線踏んづけて死ぬんじゃねえか車で。そのあぜ道のところを走ってますからボコボコにやっぱし田んぼだからガタンガタンこうデコボコしてるわけ。電線はこう絡んでるわねデコボコしてるわ何しろ西へ逃げなきゃいけないで自衛隊まで行ったんですよ。自衛隊だったら助けてくれると思ってそしたら自衛隊の前の通りは空いてたんですよ。そしたら自衛隊官が「行け行け」っちゅうんですよ。これなんでよと思ったらその先が混み始めてきた。もう動かなかった。やばいと思ってガソリンのメーターを見たらレッドラインなんですよ。これ5リッターしかねえな。でちょこちょこもうこれしょうがない。若林郵便局若林郵便局の駐車場へ避難しようと。で俺もとっさに若林郵便局だったら3階だと4階だったからここまで津波が来たらそこへ走って逃げりゃいいやと。ほんでしばらくで5リッターしかないからその晩はその駐車場で
一晩気の身気のままで、あんの寒いか雪は降ってくるし、毛布も何にもないんですよ。それで途中から窓ガラスがさっき言われたように張り付いてくるの、寒い霜がだんだん見えなくなってくるわけ。そして明かりはね、若林郵便局の明かりがあったんでそれはね良かったんだけど、途中9時10時頃から消すんですよ。電気あったんですか？ね、電気がねあったの。自家発電だったの。それは明るかったよな。それでトイレも若林郵便局のトイレを借りたんだけど、途中から閉めちゃったんだよね。閉められちゃった。困ったなということで、俺は男だから駐車場のどっか隅を見つけて、さっきの話じゃないけど行ったんですよ。この人もうおしっこしたい、おしっこしたい、冷えるですよ。だから余計行きたいわけですよ。水分取ってるわけじゃないのに。でもたまたま車にバロのおしっこシートとか一式いつも積んでるんですよ、お水とかね。それでゴミ袋にバロのおしっこシートを入れて、それで後ろでほら吸ってくれるでしょ、おしっこシート。それあったのよかった。なるほど。よかったですよ。いやね、外でやれって言ったらさ、いやもうこのまま我慢しちゃってたらもうたまらなくなったんでしょうね。やっぱし苦しい時はいろんな知恵が出るもんですよ。そうだと思ってね。おしっこシートか。私誰にも言わないで、うちの庭でやっちゃったずっといなくなって、まあいや誰も見てない。トイレ困るっていうのはそんなに想定してないですもんね。なんかそう、まあ男はいいけどね、女性の場合はでも誰もいないんですよ。あそこは駐車場つったって23台の車が避難してたかな。それでもう朝方までな、もう寝れなくてガタ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 犬と抱きながら、もう一晩暮らしたんですよ。そしてその一夜過ごしたら、もうしょうがないわ、もう 5リッターぐらいしかないわけだから、どっか5リッター探せるところで避難所を探そうということで、朝方空いてたから出たんですよ。そしたらカバの町小学校がすぐ目の前にあるんだ。ここへ逃げばいいやってカバの町小学校へ14日間避難したんですよ。